バスターはいらんかねー。強化後の新鮮なバスターチェーンはいらんかねー。はた迷惑な押し売りだな。バスターワンパンマイド。はい、ということでドレイク強化来ましたねとこの手です。宝具周り2度でかい修正来たなとその手だぜ。みんなのアイドル、スイナちゃん。というわけで前半はドレイクの強化について、後半は全体的な修正について話していきます。まずはドレイクのバスター1の強化から、色々書いてありますが要するに移動距離伸ばして、速度と発生速くして回避食いやすくした感じです。そしてバスターには攻撃の発生が速くなりました。さらにスキル面では2スキがバスターカード 20% アップと防御無視30秒がついた感じです。全体的にバスターの性能アップと防御無視がついた形となったな。もしためになるや面白いと思ったら、チャンネル登録をねかったボタン、よろしくね。ではドレイクの今回の強化における影響を話していきます。2スキにバスターバフついたから、バスター使いやすくしたよと運営からの意図を感じるな。バフの量は 20% と控えめだけどね。ですがいやいや運営さん他にもっと修正するところあるでしょうと、思っていたんですが。バスって7500だね。おまけに回避も食ったね。なにこの火力。これ2回攻撃のうち1回しか当たってないから実質ワンパンだよな。しかもバスターの割に発生割と早いんですよね。にしてもなんでこんなに火力出るのって。ブロリー。焼きそば冷凍。だと。焼きそば冷凍は特でバスター 15%、クリティカル 25% で、バスター強化されたから半分ネタでやったら、なんか使い勝手割と良くてとんでもないものを生み出してしまった気がします。なんかさらっと瞬殺した気がするんですが。合計1万5000ダメージ出ましたね。にしてもバスターがかなり使い勝手良くなったことで、ドレイクに必要だった圧倒的火力が手に入ってしまうという。せっかく射撃属性活かしてフルコンしても倒しきれなきゃあれだったからな。しかも、自前のクイックで押し出せるし、スキルでも押し出せるから、クリティカルには困らないね。さすがにオルタミキコとクーフリンオルタほどのバスターの速さではないですが、カットや奇襲目的では十分仕事をしてくれます。若干弾があるから怠慢時の初手は厳しいがな。曖昧目に押すことや相手が攻撃を避けざるを得ない場面の、壁際からの反撃、相手が攻撃空振りした時などでは怠慢でも使えますね。怠慢では、正面からは厳しいって感じだね。考えて振らないとダメって感じだな。で、もっと優秀なバスターワンパン火力出せるタニキやプーサーなどいるじゃんという話ですが、ドレイクには他の火力サバには持ってないものがあります。そう、射撃属性です。確かドレイクの射撃属性は91、2と A1、C2 だったよな。そして火力出せるサバと対峙すると、早く回避してダメージを食らいたくない心理が働くんですが、初段回避とか、2段目回避とかしたくなるよね。そこで完全に避けられたとしても射撃属性は攻撃続くので、回避狩りして咎めることができるんですね。そうすればフルコンできるしガード間に合っても反撃はないよな。まあ、魔力6本勢の登場により2回目を最終段回避された場合は反撃食らいますがね。だが、その後は相手の魔力は0なので有利に進め。私の名前を覚えていきな。テメロスト・エルドラゴン。太陽を落とした女ってな。無敵宝具してしまった。さすがにこれは恥まんじゅう。まあこのように MP 系のスキル持ってるドレイクは宝具も普通に打てますよと。ごまかしている間に、試合終わったね。まあ、焼きそば冷凍がいいかは置いといて、バスターが振りやすくなり火力が取れるようになったのはでかいと思います。これは予想外の強化だったね。さらにスキルでバスターバフと自前の火力バフがついて、無敵には無敵貫通、高防御バフには防御無視と見れる相手の幅が増えたよな。いいことずくめだね。ただ、いいことばかりでなく、今回の修正で宝具キャンセルするとチャージタイムが発生するようになったんですよね。秒数によるがどれくらいなんだ？ 2.5 秒宝具でキャンセルすると5秒間待たないと宝具打てないという。かなりきつそうだね。その間に相手に詰められますし、一発勝負となるのでかなり打ちにくくなりました。この宝具リチャージは宝具チャージ時間によって変わるぜ。詳しくは後でまとめて説明しますがこの影響によって、スキルに NP 周りが揃ってるドレイクにはかなりの痛手です。ドレイクはアーツよりの編成をよく使ってたが微妙になったな。ですが宝具に関しては全員対象ですし、今回バスター強化もらったことがでかいので、ドレイクとしてはプラスになったのではないかなと思います。こんな感じで火力出るしな。1万6000ぐらい出ましたね。さすが1ミリバフだね。
ごめん。相性有利に対してはわざわざ焼きそば冷凍にしなくてもサポチェ次第でもワンパンも可能と。これはキャスターにとっては脅威だな。では実際にドレイク使っていきたいけど、コマンドどういう風に振っていけばいいのという人のために、カード選びについて解説していきます。まずはタイマン時は 9A 級か 9AA、99A をおすすめします。9A 選んであとは自由って感じだな。ここで999じゃダメなのと思う人もいると思うんですが、まあ、クイックチェーンして星いっぱい出してクリティカル出したいよな。火力出したいもんね。その理由はドレイクの9が長くて避けられるとかなりの隙を生んでしまうコマンドなんですよね。その間に相手はカットしたりホーブ狙ったり、やりたい放題だからリスクしかないな。クイックチェーンだと2回回避狩り挟まないと、どうしても92が出るのでできるだけ避けたいんですよね。ずっと修正待ってるんだけどね。ですがクイック1はリーチあったり回避切ったりするので有用です。まあ、それでも長いからコンパクトにしてほしいんだけどな。ちょっと停止。 99A や 9A 級は間に回避狩りを重ねがリセットされて、その後は91に戻るため、9回避狩り 9A や 9A 回避狩り9など回避狩り必須ですが、クイック多めで9に出さずに攻撃できます。特に 9A 級は1段目か2段目どっちに回避狩りしてもいいから柔軟に対応できるぜ。さっき言ったタイマン時おすすめカード選びは、1段目2段目射撃属性のためタイマン有利に進めれます。2段目、ストレイクはプレイかけやすいのも優秀だよ。運が尽きちまったよ。で、タイマン時でもバスター無理なく組み込みたい場合は、3枚目 B を組み込む形で9回避狩り 9B や 9AB が妥当ですかね。B1 は射撃属性じゃないから1、2枚目に入れると避けられた時対応できないんだよな。それが普通かもしれませんがどうせなら射撃属性活かしたいところ。でも、3枚目に B をしたカード間に合って火力出せないことになりそうだね。そんなあなたにバスターチェーンがおすすめです。まさかの脳筋推奨。まあ、初段回避されると対応できませんが、B2 が射撃属性のため BB 回避狩り B とか使えたりします。フルコンしましたらバスターだからかなり火力出るな。ただ、ためが若干あるため正面から攻撃すると避けられることもあります。どうすればなのでタイマン時は壁際からの反撃や相手が攻撃した時など、相手が避けざる得ない状態に攻撃すると効果的です。まあ、基本は横槍など相手が自分を見てない状態の時に使うのが一番だがな。その状態になりやすいのが対シューター時なので、特に相性有利のキャスターに対しては、バスターチェーンで解かせる場面が多々あると思います。でも、初段回避上手い人には当たらないよね。バスター1は回避食いやすいのでワンチャン当たりますし、初段に 9A と射撃属性仕込んでおけば対応できますね。バスターの火力を相手が意識するほど引っかかりやすくなるぜ。この当たり使い分けが必要だね。そしてバスターチェーンがおすすめと言いましたが、BB 級や BQB などバスターチェーンほどではないですが火力出せますので、バスターが少ない編成でも扱えなくはないですね。おすすめのコマンド比率ですがまだ研究中なので何とも言えませんが、クイック5から6枚、アーツ4から6枚、バスター4から6枚ってところですね。どれも必要なコマンドだからバランスパになりがちだな。ハイブの活動でアーツの需要が減ったね。そしておすすめ霊装についてですが、ついでに今回の全体的な修正と合わせて話していきます。何か関係があるんだな。そういうことですね。まず、全体的な修正の一つ目ですが、強化状態解除で外面霊装の全ての効果を解除できないようにしました。つまり、日だまりの回避や無敵貫通、無敵と霊装効果が排除されなくなったんだな。これで安心して日だまり使えるね。サボ式で強化解除が使えるようになって以来、回避や無敵貫通挙句の果てに弱体無効の霊装効果が解除されてしまい、その霊装の効果がかなり薄れてしまったんですよね。そのせいで回避が足りてないサバがきつくなったり、弱体無効剥がされてスタンされるということも起きてたりしたな。明らかに強化解除はぶっ壊れのスキルでしたね。ようやく解放されたんだね。そのおかげで安心して日だまりを使えるようになりましたね。なのでドレイクには日だまりがおすすめです。この修正のおかげで弱体無効が機能するようになったのと、無敵霊装が注目されるようになったな。1段目スーパーアーマーは使いこなせば強力ですからね。と強化解除の下方は割といい具合になってくれた気がします。それでも強化解除は強いが多少旨味が減る気がするぜ。今後採用率がどうなるかですね。でも、一周も解除できなくするの。そう思いますがお次の修正。中を、コマンドカード1枚目の攻撃のみが敵を追尾するに変更しました。つまりこれは必中の加工。初手は当てれますがあとは読み合いでどうにかしてねって感じですね。必中霊装で一方的にやられるのはどうしようもなかったが、秒数減ったりしてるしそこまで暴れてる印象なかったから予想外だったな。この影響でかなり厳しくなるサバがいまして。誰だろう？そう、藤野んこと浅上藤野です。すべてサーチ攻撃だから必中じゃないとほとんど当たらず、自衛がかなり難しそうだな。これはちょっと他で性能を上げた方がいいのではと思いました。
そしてお次の修正は、スタン後部にダメージ軽減がつきました。スタン後部には何もなかったからな。軽減率は半分するぐらいが目安だと思ってください。これで、スタンホールはマシになるのかな？それが単体ホールか全体ホールかによって変わってくるんですよね。どういうことだ？まずは全体ホールに関してですがこれは効果が出ています。これで倒しきれないことも増えるよな。ですが単体ホールに関してですが、もともと威力が高く、オーバー9人なので、ホールレベルスンと上げれば普通に倒せちゃうんですよね。マジか。関係あるのがホールレベルが低い人や相性不利で落としきれないことがあるぐらいですね。お金をかければ問題ないと。バフつければ問題ない場合もありますので、単体ホールに関してはあれですけど全体のスタンホールに関しては下方してくれるのは嬉しいですね。尺が足りないから、ドレイク動画じゃないのは許してね。と最後の修正の内容が一番でかいのですが、ホールキャンセルした場合ホールによってリチャージ時間が発生するようになったことですね。検証班の方の情報によると、2.5 秒ホールは5秒、2秒と 1.8 秒ホールは4秒、1.5 秒ホールは3秒、1.0 秒ホールは2秒のリチャージ時間が発生するぜ。あれ、1.3秒ホールはなんと今回 1.8 秒ホールになりました。マジか。そしてホール失敗すると一律で8秒リチャージ時間が発生します。つまり、ホールスカスカして居座ることができなくなり、一発勝負できちんと当てないとダメってことか。リチャージ時間に詰められちゃいますからね。この影響によりアーツ軸のサバが実質的な下方となりました。まあ、広いところでホールスカスカされてどうしようもできないことが解消されたってことか。あれ結構なストレスでしたからね。ホール持ってるサバがこもって一方的に有利取れなくなった感じです。味方に抑えてもらうなどしてホールを当てるなど連携が必要だな。さらにホール光らせて相手の攻撃に誘発させることもリスクがあるようになりましたね。まあ賛否はあると思いますが個人的にはいい修正だった気がします。そして 1.0 秒はリチャージ時間が2秒のためそこまで被害はなかったですね。微調整がしにくくなったかもだがな。ですが、問題なのが 1.8 秒になってしまったホールでして、元 1.3 秒ホールの三角単体ホールやオジマン型の単体円形ホールだったよな。そのホールってだけで強いってなったよね。それがウル気分のホール時間になってしまったといえばわかりやすいのではないでしょうか。なるほど。修正前はオフホールやガドバホール、相手の攻撃を回避してコマンドリロードしてる間にホールなど、多くの確定できる場面がありましたが、それができなくなったって感じだな。確かにどうしようもない場面もあったので修正することには理解できるのですが、ちょっとやりすぎな気もしますね。まあ、慣れればいいかもだが現状では当てづらくなってるだろうな。それで強さがホール当てることに重きを置いてたサバがかなり辛くなる感じです。イリアやシータなどがかなり影響あるな。アストライアも影響あって辛いのですが強化力があるのでまだマシといった感じ。それで不遇になってしまったサバに何かしら情報修正欲しいよな。お味方に抑えてもらってたり壁ドンしてホールなどは打てたりはするので、今までよりは選択肢が減った感じですね。せめて 1.6 秒ぐらいにして欲しかったな感があるな。1.8秒のアイルスルーが伏線だったんだなと思ったの。その時の声を聞いて欲しかった感がありますね。ホールキャンセル時のリチャージを合わせて大打撃受けた感じだな。と、まあ慣れればいいやと若干思ったりしますが、1.3 秒から 1.8 秒になった時の弊害として、読み込みカード枚数が増えたんですよね。データをギリギリで調整していた人が買い直さなければならない事態になったな。自分も武器陣を最終2枚手前が3枚で揃えていたのですが、1枚さらに最終揃えなければといった形。枚数6、7枚で揃えてた人や配布だった場合は少しの出費で済むが、5枚フルフェイタルで限定サバをお金かけて集めてた人はいたでだろうな。なのでホール最短にする枚数 1.8 秒になっても、変わらないようにして欲しかったんですがね。と、以上が全体的な修正内容についての解説でした。他のサバの強化がどう環境に影響を与えるかの解説はまた今度だな。みんなは、今回の強化どう思うか、コメント欄に書いてくれると嬉しいよ。にしても今回のドレイク強化割といい強化ではないかなと個人的には思いますね。にしても何回強化してるんだろうな。とここで試合終了。対戦、ありがとうございました。やった使ったよ。さて、今回はここまで。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。もしチャンネル登録してくれると、ドレイク、イゾウさん、アストライアを中心に動画を上げていくので、見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから、チャンネル登録してね。高評価もお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。